今回は植栽します。前回までのあらすじです。120センチ水槽を買いたいと思った僕は理性を保ち90センチスリム水槽を買いました。家族にも好評ですが、水槽代は120センチ奥行き60センチの大きなものを買いました。アホ。水槽のセットアップデザインがうまく絵で描けない僕はスケープイットで作った設計図をもとにハードスケープを組みました。そして今回はいよいよ水草を植えていきます。アクアリウムが初めての方向けにちょっとだけ解説すると、ガラスの容器の中に草や木、石を入れて魚を飼うことをアクアリウムと言います。水草などでアクアリウムをデザインすることをアクアスケーピングと言います。そして石や流木でしっかりとデザインの骨格を作ることをハードスケーピングと言います。スケープイットとはそのハードスケープとアクアスケーピングをすべて疑似的に行えるアプリケーションです。前回作成したイメージはこちら。綺麗。到底僕の手書きのイラストじゃここまで詳細にレイアウトできなかったと思います。同じ人間が作ったデザインとは思えない。わかりやすいです。アプリ最高。水槽は寿の90センチ×奥行き25センチ、高さ30センチのいわゆる90センチスリム水槽です。主に使ったのは溶岩石です。陰性水草のブセファランドラやアヌビアスナナが活着しやすそうな素材を選びました。水草の赤と緑のバランスはこんな感じ。水草の種類にこだわりはないです。ただ、葉っぱの大きさと色のバランスには気を配りたいです。デモンストレーションではこの水槽を作るのに必要であろう香料とろ過量が示されます。こんな感じです。使ったレイアウト素材の量はこんな感じです。このデザインを参考に組んだハードスケープがこんな感じ。使った石は溶岩石と風山石と川で拾ってきた石です。山なりのレイアウトを意識しました。これ見た感じだと結構ゴツゴツしてて割と不格好。僕的にはそんなかっこいい感じはしませんでした。正直言ってダサめ。でもこういうレイアウトって水草を入れるとガラッと変わるんですよね。ちょっとくらいハードスケープが変でも水草がいい感じに植わっちゃえば細かいところは隠れちゃうし、そんなに気にならないです。逆にハードスケープにこだわりすぎるとこだわった部分を残して見せたくなってしまうので、水草がなかなか植えられなかったり、ある程度適当に組んだ方が水草をガンガン植えられていいです。これに今回は水草を植栽して注水までやっていきます。この動画いいなと思ったらよかったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタン、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いいたします。今回は植栽から注水までしていきます。まずは植栽です。用意した水草はこちら。緑系と赤系に分けました。緑系はミリオフィラムガイアナドワーフ、ロタラマクランドラグリーン、ロタラバングラディッシュ、セイロンロタラ、グリーンロタラ、ロタラナンセアン、ショートヘアグラス、ニューラージパールグラス、ピグミーマッシュルーム。赤系はアルアナの夕焼け、ロタラハラ、ルドビジアスーパーレッド、ルドビジアニードルリーフ、ルドビジアイールトリコロール、ネセエアス SP レッドです。ちょっと聞いたことのないルドビジアイールトリコロールやネセエア SP レッドはメルカリで購入しました。アルアナの夕焼けは自家栽培したものです。その他ニューラジパールグラスやショートフェアグラスはもらい物。ミリオフィラムガイアナドワーフやロタラマークランドラグリーン、ロタラバングラディッシュ、グリーンロタラ、セイロンロタラあたりはペイペイフリマで購入しました。使ったソイルはこちら。ネイチャーソイルのノーマルとパウダータイプです。値段は9リットルで3000円しないほどの値段です。アマゾニアが欠品気味の頃だったのと、今までのアマゾニアほど今のアマゾニアは栄養がないという話を聞いて、本当かな？じゃあそろそろ新しいソイル開拓すっかということで試してみました。中身は九州産天然黒土 100% と有機肥料を原料に水草育成、シュリンプ育成、繁殖用に開発された低床素材です。詳しくはまた別の動画で紹介したいと思っています。
気になる方はチャンネル登録して待っててください。レイアウトの前側には ADA のラプラータサンドを敷いていきます。レイアウトの裏側にはソイルを、ノーマルタイプの上にパウダータイプを敷きました。全部で7センチほど厚みを作っています。4センチ以上はソイルで埋めようという話もありますが、7センチあると水草がかなり植えやすいです。特に茎が太い水草、ルドビジア・イールトリコロールやアルアナの夕焼けのような水草はソイルが浅いと何ヶ月か経った後に抜けやすいです。しっかりと奥まで突っ込んだ方が養護がいいです。それでは植えていきましょう。こんな感じでじゃんじゃん植えていきます。ニューラージパールグラスは小さな水槽で水上用栽培したものを使っています。岩の隙間に置く感じでソイルごと一緒にポンと置くだけです。今回のレイアウトのポイントである一番高い岩の裏側に置く赤い水草を植えていきます。その隣に色の対比で緑色で細かい葉を持つロタラナンセアン。少し距離をとって手前からニューラジパールグラスを通って奥へと視界が広がるところにはアルアナの夕焼けを植えました。アルアナの夕焼けはロタラほど伸びが速くなく、葉の上から下までしっかりと赤い葉を出してくれるので中継層にぴったりです。背丈も低く維持できるので水草で高さの凹凸を表現しやすいです。そんな気がします。左隣の岩の裏にはロタラセイロン、右隣には赤色のロタラハラを植えました。水槽の右側に移ってグリーンロタラ、差し色にルドビジアスーパーレッド、手前にピグミマッシュルームを植えました。最後にロタラナンセアン、ロタラバンガラディッシュを植えて完成です。では左から流してみてみましょう。全部で16種類です。手前にはブセを入れるつもりですが、それは水が仕上がってからにします。水系の後ろ側には割と細めの葉っぱ、手前には葉が大きいものを植えています。それと成長の早いものを後継層に入れて、岩からちょこっと頭を出すようにトリミングしていきます。なんかいい感じです。それでは注水です。水は何日か前に水道水を溜めてヒーターをつけておき、エアレーションをしておきました。塩素も抜けて水温も高くなるので冬場の立ち上げには便利なのです。アヌビアス7などは急激な低水温に弱いです。冬場の水道水は東京でも10度に達します。立ち上げで水温が冷たくてはせっかく植えた水草もダメージを受けてしまいます。チャームなどで魚を買った時についてくる発泡スチロールを取っておいて水道水のストックに使っています。注水はラップを敷いてゆっくり水を入れていきます。水を入れる時にレイアウトを崩しがちなのでいきなりバケツで入れないようにしました。透明のカップをクッションにしてそこにバケツでゆっくり水を入れていきます。だいたい7割くらいまで水が入ったら外部フィルターを取り付けていきます。使ったフィルターはこちら、寿パワーボックス SV4500、 中古で購入しました。3500円。現在は廃盤になっていますが、パワーボックス SV450X などの新しい商品のパーツが使えるので特に長期維持に問題ないのでこれにしました。流量は400リットルパーアワーです。他のメーカーの60センチ水槽用フィルターと比べて少し流量が100から150リットルパーアワーほど少ない印象ですが、実際に90センチスリムで6ヶ月使っていますが、現在までろ過不足を感じたことはないです。これで良かった。中にはバスケットが入っていて、そこにろ材を入れます。粗めスポンジと普通の綿、これはこのまま使います。デフォルトで活性炭フィルターが入っていました。でもこれは使いません。活性炭フィルターは汚れを吸着するので立ち上げ時には便利なんですが、交換が必要なのでめんどくさいので使いません。使
使った露材はエーハイムのサブストラットプロの小さいサイズとリング状の多孔質露材を使いました。小さい露材をたくさん詰め込むと流量が落ちてしまうので、穴の開いたこういった多孔質の露材も併用して使います。ホース接続口にダブルタップというコックを取り付けます。本体の根元につける構造になっているので掃除をするときに便利です。ホースは給水側が 16mm、送水側が 12mm で径の大きさが違います。これのおかげで 12mm のステンレスパイプと 16mm に対応したステンレスパイプの2種類を買わなければなりません。ここが非常に使いづらいです。流量400リットルパーアワー程度で 16mm もの太さは必要ないので、なぜ 12mm に合わせなかったのか。僕は 12mm のパイプで統一しているので、今回はこんな変換アダプターを取り付けます。16mm、12mm 変換アダプターです。これを途中にかますことで 16mm から 12mm にサイズダウンできて、よく売られている 12mm のパイプとホースを使用することができます。パイプはあったものを選択、ガラスパイプにしました。ガラスパイプはちょっと割れづらいし汚れが目立つので、今後アクリルのパイプに変えていく予定です。電源を入れてパワーボックス本体の上にあるプッシュポンプを押してエアーを抜きます。すると水が出てきます。十分な水量が出ています。今回使ったヒーターはこちら、ヒガー赤鋭ガラスデジタルヒーター、出力 300W、 水量236リットルまで対応しています。精度は設定温度プラスマイナス1度。特徴はサーモセンサー付きです。コントロールパネルで温度制御が可能です。また34度以上の加温異常時自動停止します。空だき防止機能はありません。このヒーターは実際に使ってみて確かに精度は十分です。ですが空だき防止機能がついていないので、メンテの時はコンセントを抜いておく必要があります。他に空だき防止機能付きのヒーターを持っているので、この便利さを味わってしまうとちょっと億劫な製品です。ヒーターユニットがめちゃくちゃ太いのもちょっと不満です。とりあえず検証でお試し購入したヒーターです。ないよりマシです。立ち上げたのが冬だったので水温は低めでした。18度。そこから24度程度で維持させます。一般的に売られているヒーターは26度の設定が多いのですが、僕は苔の発生を防ぐために少し温度を下げた24度に設定しています。これで完成です。忘れちゃいけないのがライトです。ライトはアクアフェレア UVA M900RGB 3240ルーメンの UVA 付きの RGB ライトです。ライトの出力設定に関してはまた今度続きを出すので、その時に紹介します。今回はここまで。まとめると、植栽はレイアウトの設計図を作っておくとすげえやりやすい。以上です。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。水槽の立ち上げに必須な生態を買いました。苔取り用のエビです。ヤマトヌマエビのつまつまパワーは過去いろんな水草が食害に遭いました。今回はヤマトヌマエビ以外を使って苔取りをしていきます。